こととしんの宇宙一大切なお話。神様っているのかな？愛の新こと社。青く澄んだ空に綿雲がふんわりと浮かぶ、ある晴れた日のことです。爽やかな気持ちよい青空を見上げて、ことは言いました。こと、しんちゃん、今日の空は神様が微笑んでいるような素敵な空だね。しん、本当に素敵な空だね。でも神様って本当にいるのかな？こと、いるわ。おじいちゃんがいると言っていたもの。そこで二人は深い意味がわかる本を読んでいるおじいちゃんから神様のお話を聞くことにしました。おじいちゃん、神様ってどういう人なの？神様は人ではないのだよ。神様はこんな感じなの？女神様なのかな？どちらも違うよ。人じゃないならどういうものなの？どこに住んでいるの？神様はどこに住んでいるというものではないんだよ。どこにでもいるんだよ。雲の上にいるのかな？山の上にいるのかな？雲の上にも山の上にも神様はいるよ。空気みたいにどこにでもいるんだよ。どこにでもいる神様をハートで書くとこうなるよ。へえ、どこにでもいるの？それじゃあここにもいるの？見えないけどここにもいるよ。神様は二人の間にもいるよ。見えなくてもいるだなんて、ギョ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 。見えないのにいるなんて不思議だな。そうだね。人間は見えないものはいないと思うよね。でも見えなくてもいるもの、あるものはたくさんあるんだよ。それはどんなものなのかな？親切、優しさ、大好きは見えなくても感じるよね。それが神様なんだよ。それを神様がいるというのだよ。親切、優しさ、大好きを感じることができるのは神様のおかげなんだよ。
朝になると太陽が出て、夜になると月が出るのは神様がそう決めたからだよ。神様は人間や動物が安心して暮らせるように、その他にもいろいろとお決めになった。それを摂理とか法則というのだけど、二人には難しすぎるかな？難しすぎてわからないよ。でも神様ってすごいんだということはわかったよ。春、桜が咲くのも、夜空に星がきらめくのも神様のおかげなんだ。今、二人の間を爽やかな風が吹き抜けていったね。二人がよく遊ぶ小川はいつもさらさらときれいな水が流れているよね。夏に行った海では大きな波が大きな音を立てて岩にぶつかっていたね。砂浜には大波小波が寄せては返していたね。それも全部神様がなさっていることなんだ。宇宙も地球も神様あってのこと。神様は一つ一つの星を大切にしてくれているんだよ。私、神様が大好きになっちゃった。僕も神様が大好きになったよ。そうかいそうかい。それはよかったね。ことちゃんやしんちゃんが毎日安心して暮らせるのは神様がいてくださるからなんだ。神様、大好き、好き好き好き。例えば大きな山も広い海も大きな大きな宇宙も動物や魚もちっちゃなちっちゃな虫も、それからことちゃんとしんちゃんが知らないものも知っているものも、その全部が神様と深い関係があるんだよ。神様と関係のないものは一つもないんだよ。自然、宇宙、動物、海の生き物、昆虫、その一つ一つが神様が作った大切なものなんだよ。二人はおじいちゃんから神様のことを教えてもらってとても満足しました。これからは何を見ても神様のことを思って心の中で神様ありがとうとお礼を言おうと思いました。神様ありがとう。嬉しすぎて髪飾り取っちゃった。わーいわーい。嬉しくて靴脱いじゃったよ。
その様子を眺めていたおじいちゃんは、二人が大人になったら深い意味がわかる本を読んで、もっともっと神様のことを正しく知ってほしいと思いました。妖精さんが働いてくれるのも神様がいてくださるからだと。神様を大好きになることは、お友達を大好きになることなのよ。宇宙にあるいろいろな大きさの惑星が決められた軌道をぐるぐる回り、恒星が定められた場所を動かないのも、チューリップの球根を植えたら必ずチューリップの花が咲くのも、眠っていた球根が双葉を出して茎を伸ばしつぼみをつけるのも神様あってのこと。チューリップの球根を植えるとどんな花、何の花が咲くのかな。チューリップの球根から咲くのはチューリップだよ。それは神様がそう決めたからだよ。大根の種をまいたら必ず大根ができるのも、種が芽を出し大きく育っていくのも神様あってのこと。大根の種をまくよ。大根の種からできるのは大根だけ。秋の後に冬が来るのも、こうした当たり前に思っていることのすべてが神様がなさっていることだとわかるようになるといいなと、おじいちゃんははるか遠い山並みに沈む夕日に向かって願いを込めました。おじいちゃんには夕日が優しく微笑む神様に見えました。しばらくすると夕日は山の陰に隠れて見えなくなりました。それでもおじいちゃんはいつまでも眺めていました。お便り。本書では神をハートで描いていますが、実際は有形ではなく無形です。しかし確実に存在しています。心や意識は無形ですが存在しています。それと同様、無形で存在しています。愛や慈悲、寛容や協調、奉仕や同情、憐れみなどは無形でありながら実在していますが、そうしたすべては神の属性であり、愛や慈悲などを持つことによって私たちは神へ近づいていきます。神は私たちの外部にも内部にもいると言われるのはそのためです。人類はこれまでさまざまな神を思い描いてきました。それは宗教でも同じであり、それぞれの宗教がそれぞれの神を奉ってきました。しかし、シルバーバーチの霊訓が下ろされたことによって、
人類は真実の神を初めて知ることとなったのです。それにより神は無形であり、大きな意識、大きな精神として存在することを知りました。さらに神は全人類の意識、精神を包括した存在でありながら、同時に一人一人の意識、精神に宿っていることを知りました。ですが、人間は目に見えないものは理解しがたく、信じることなど一朝一夕にはできません。そこで皆様には、シルバーバーチの霊訓から神の実在と神の正しい姿をぜひぜひ知っていただきたく思います。なぜそうまでして神を知る必要があるのかとなりますと、神を正しく知ることで恐れや不安がなくなり、人生を摂理に委ねて明るく楽天的に生きられるようになるからです。繰り返しになりますが、ぜひシルバーバーチの霊訓をお読みいただき、より正しい神の姿を確立してくださることを心より願っております。なお、ことと真シリーズ、ことと真の宇宙一楽しいお話と、ことと真の10のどうしてここにいるのかなも合わせてお読みいただきますようお願い申し上げます。良い子の君へ。少しは神様のこと分かったかな？考えることで分かるようになるから、これからも考えてみてね。29ページのおじいちゃんも見たことのない生き物を君も考えて書いてみよう。見たことがないものを書くのは難しいよね。それは見たことのないものの方がずっと多いからだよ。君が見たり知ったりしているものはわずかしかないんだ。そしてそのすべては神様が作ったものなんだ。そう思うと神様はすごいなぁと思うよね。またすべてのものを大切にしようと思うよね。ところで人間には肌の色や髪の色、目の色の違う人たちがいるよね。その他にもいろいろな違いがあるけれど、それも全部神様がなさったことなんだ。なぜそうなさったかは深い意味がわかる本に書いてあるよ。だから大人になったらぜひ読んでみてね。きっとわかるからね。ことと真の宇宙一大切なお話。神様っているのかな？おしまい。